ヤフオクで入手したアクセサリーの山の中から何が出てくるのか一つ一つ見ていきたいと思います。はい、残り 1074g です。どうも、ジャンク鉱山ラボです。はい、では今日も発掘実況を、続けていきたいと思います。残りですね、この中からあと1体何が出てくるのか、一つずつですね、見ていきたいと思います。はい。では、一発目、何が出てくるでしょうか。何が出てくるかな。はい。じゃーん。絡まっちゃってる。ちょっと絡まってます。絡まってるんですが、これ一つずつですね、丁寧に外していきます。取れない。取れました。はい。こんな感じのペンダントネックレスが出てきました。では、こちらですね、拡大して見ていきましょう。はい。こんな感じの、これはおそらくですね、尻尾焼きだと思うんですけれども、綺麗なね、こういう絵のついたペンダントがついてます。で、チェーンの方なんですけれども、こんな感じでね、ずっと色がね、もうメッキの方がだいぶ薄くなっちゃって、黄色というか、黄土色っぽいね、もう黄色の部分はなくなってしまっています。素材を示す刻印はですね、このようにありませんでした。なので、こんな感じの、メッキ製品のお品物なんですけれども、こういったね、このトップの部分の尻尾焼きの方は、とっても綺麗なものになっています。はい。では、次行ってみましょう。次は何が出るかな。はい、このなんか白い玉の、こんな感じのじゃーん。はい、こんな感じのネックレスが出てきました。一体何なのでしょうか。綺麗なね、この玉がねついてるんですけれども、果たして何なのか見ていきましょう。はい、こんな感じのね、独特な模様が見られます。少しね、光の加減で、なんというか、これは、はい、この辺ですね。多分これ、貝殻を、加工したものなのかなと思われます。この玉の白っぽい感じとか、端っこにね、この貝のナチュラルな部分がね、見えていたりですとか、この特徴を見る限りですね、真珠の核に使うような玉なんじゃないかなと思っています。実際のところはちょっとわかんないんですけれども、でもおそらくそういう貝のね、天然素材を使った品物だと思われます。はい、こんな感じで、独特な綺麗な玉がついています。はい。では次行ってみましょう。次は何かな。じゃーん、この、金色のこんな感じのね、ピンがついてるブローチですねが出てきました。ではね、はい、こちらルーペで見ていきましょう。はい、こんな感じの模様がね、はい、見て取れます。これは一体何なのか。素材をね示すような刻印は
なさそうです。はい。では、マクロレンズの方でもう一度見ていきましょう。はい、こんな感じの独特な、デザインをしています。はい。素材を示す刻印はなかったんですけれども、こんな感じでね、フランスと、書かれた刻印があります。なので、フランスの製造した、お土産みたいなやつなんでしょうか。詳細はわからないんですけれども、こんな感じのね、独特なデザインの、お品物です。では、次行ってみましょう。次、何が出るか。これも結構綺麗ですね。こちら。はい。こちらもブローチです。こんな感じのね、天然石と思われるね、大きな石がついています。はい。では、こちらもね、拡大して見ていきましょう。はい、こんな感じです。この独特なね、特徴は、モスアゲート、苔フェノーではないかと思われます。独特なね、この緑色のこの筋とか、なんていうんですかね、植物の根っこ、あとは、沖縄のもずくみたいな細かいね、繊維状の模様が見られます。これは、コケメノウと呼ばれるモスアゲートの特徴の一つだと思われます。こんな感じで独特なデザインです。で、ひっくり返してみて反対側をこうやって見るんですが、このね、枠の部分の素材を示すような刻印は見当たりませんでした。裏側もこうやって綺麗にね、石の状態を確認することができます。はい、そういった感じの、天然石のね、パワーストーンみたいなブローチでした。では次行ってみましょう。次は何でしょうか。なんかキラキラしたのが見られます。はい、これよく出てくる、なんかよくわかんないキラキラ石のネックレスです。はい、こちらの方も、素材を示す刻印がないのか見ていきましょう。だいたいね、このパーツですね、金具のところに書いてあったりするんですけれども、こちら、特にですね、素材を示すような刻印はありませんでした。この石の方ですね、黒いこういうカットされた石がずっと、続いています。同じようなね、黒い玉なんですけれども、見た目がですね、こんな感じで、キラキラな光を反射するような、作りです。とってもね、綺麗なんですけれども、こちら黒いね、石は、なかなかね、一体この素材が何なのかっていうのは、内包物も、この状態ですと全く見えないですし、何なのかちょっとわかんないんですけれども、そういったお品物です。よく出てくるのは、オニキスみたいなやつを、黒くね、染色したようなやつなんじゃないかなと、思われます。はい。では、次行ってみましょう。次はですね、なんか、すごいの出てきました。見てください。この、まるで、なんか、果物みたいな感じかな。ちょっと絡まってます。はい、じゃあ、この、なんて言うんですかね、目のの、なんか、石をね、もう割ってきたような、そんなナチュラルな感じの、これ穴開けてね、こうやって紐通してペンダント状になっています。はい、こちら見応えがありそうなので、全部ね、ぐるっと見ていきましょう。はい、こんな感じのね、ここ大きくね、穴開けてあります。で、ぐるっと見ると、この独
特なね、縞状の模様が確認できます。はい、ここですね、うっすら、透き通っていて、縞状のね、線が見えたりします。はい、とってもね、綺麗な、ちょっと自然の色なのかどうかまではちょっと言い切れない部分があるんですけれども、こういうね、これ外側の、完全にね、ナチュラルなこの母岩というか、おそらくその辺にこう石ころとしてあったのかなって思われるようなね、見た目をしています。かなり、ナチュラルな感じです。断面の方もね、こんな風に見えるんですけれども、内側、特にこの中の部分ですね、こんな感じで、うっすらね、なんかが中に入って見える、そんな感じです。はい。で、これ光の加減なんですけれども、こんな感じでね、光を当てながら、はい、こうやって撮影するとより綺麗に見えます。透き通ってね、先ほどのモスアゲートみたいにはっきりとした色のついたものは見えないんですけれども、こんな感じのうっすらね、オレンジ色の中にいろんなものが、入っているのが見えます。そんな感じのかなりね、ナチュラルな感じのする、はい、目のの、ペンダントトップ状にね、穴開けてもう無理やり作ったような感じなんですけれども、そんなお品物でした。はい。では次行ってみましょう。次は一体何があるのか。はい。じゃーん、こちら。はい。これね、ブローチかなと思ったんですけれども、後ろにね、こういう、パタンって閉じるやつがついています。これでね、スカーフとかをこうやって挟んで留めるような作りになっています。もうこのパッと見ね、こうやって見た時点で素材を示すような刻印は見当たりません。なのでメッキ製品だと思うんですけれども、こういうね、ちょっと凝った、こうシワシワってなってるね、デザインです。はい。では次行ってみましょう。次は一体何が出てくるのか。こちらですね、じゃーん、この、なんか、黒いこの葉巻型のね、なんか変わった石がついてるネックレスです。はい、このね、金具の部分の、素材を示す刻印がないのか見ていきます。はい、素材を示す刻印はありませんでした。で、この黒い石も、このキラキラのね、黒い石となんとなくね、ジャンル的に似てて、これが何なのかやっぱりわかんないやつですね。で、こんな感じで、ところどころね、貝を切ったやつがくっついています。はい、これなんか結構綺麗ですね、三角で。貝の光沢模様がはっきりね、出ています。はい、この三角の部分は貝なのかなと思うんですけれども、黒いところはね、ちょっとわかんないなという、そんな感じのネックレスでした。では、次行ってみましょう。次ですね。次は何か、あれなんだこれ。じゃんじゃんじゃーん。絡まっちゃってる。なんか、キラキラしたのが出てきました。はい、こんな感じの、なんでしょうこれ。はい、こんな綺麗なのが出てきました。キラーン。はい、こんな感じです。ブレスレットだと思いますね。これを、では、じっくり見ていきましょう。はい、こんな感じのね、独特な構造をした、ブレスレットです。で、このキラキラのね、透明の何か反射するね、ダイヤモンドのラウンドブリリアントカットみたいな石がたくさんついています。とってもね、綺麗なんですけれども、はい、こうやって拡大してみると、カットの方ね、結構良さそうな感じなんですけれども、どうでしょうか。
はい、こんな感じで反射の方も見て取れます。はい、脇石ちっちゃいのもちゃんとくっついています。これが一体何なのか。そしてこの肝心なね、素材の方、金具というか枠ですね、の素材は何なのか、気になるところなんですけれども、ここでね、残念なお知らせがあります。拡大をもっとね、ぎゅーっとやっていくと、こんな感じでね、緑の、結晶がちょっと出ちゃってますね。これ、緑青といって、銅やなんかが反応すると、腐食として、出てしまったりするんですが、そちら、こんな感じでね、出てしまっているので、それなりの経年変化が見られるお品物になっています。で、素材を示す刻印が結局なかったんですけれども、こういうふうに緑青が出てしまっているものなので、何かしらのメッキをした製品なのかなと思われます。はい。で、この金具の方なんですけれども、こんな風にね、2点こう止める作りをしてます。差し込み口に一回こう差し込んでから最後外れないようにねパタンと止める構造です。はい、こんな感じですね。閉じ込むと、なかなか外れないような作りになっています。なのでこの作り結構ね丁寧な方だとは思うんですけれども、素材を示す刻印がないので、メッキ製品なんだろうなと思われます。はい、ちょっとね、細いっていうか、短いかもしれないですね。手首の方に留めると、こんな感じで、見た目はね、かなりキラキラな、デザインでいいかなと思われます。こんな感じですね。じゃーん。はい。ついてる石の方もおそらくですね、キュービックジルコニアとかそういった模造石ね、がついてると思われます。はい、じゃあ、これね、ネオジム磁石という強力な磁石です。こちらね、つくのか、一応ね、試してみようと思います。こんな感じで、あれつかない。全然つきません。なので、実性はないようです。はい。6章が確認できたので、どうなのかなというところなんですけれども、重さの方もね、そこそこあって、銅とか、真鍮とか、あるいはそれの合金ですね。ニッケルとか、使った合金に、この、銀白色を表現するために、ロジウムとか、そういうのを使ったメッキをした製品なのかなと思われるんですが、ちょっとだけね、やっぱり、気になるところもあるので、少しだけね、端っこちょびっと削って素材の方をもう少し深く検証見ていきたいと思います。はい。で、こちら、じゃーん、この黒いね、よく出てくるんですけれども、試金石です。こんな感じの板ですね。はい。じゃあ、これをね、使ってちょびっとだけ確認してみます。この端っこをこんな感じで、当ててね、素材感を見るんですけれども、こんな感じで軽くね、削ってあげます。はい、ここにね、うっすらちっちゃいね、金色の跡が出ました。そして削ったところ、はい。ほとんどね、削り跡の方が見えないですね。ちっちゃすぎて。で、軽く、削ってみて、この削った後もね、見ていきます。パッと見ほとんどね、わかんないですね。こうやって見ると。でも、ぐーっと削っていくと、端っこのとこちょびっとね、下地が出てる
ところが見られます。で、色の方は、なんとも言えない色をしておりまして、まだちょっとわからないんですけれども、ここに軽くね、テスターの方もちょびっとだけ落としてみます。ちょびっと。はい。で、これを見ると、はい。残念ながら、はい、削り跡の方はそっくりですね、消えてしまいました。なので金とか銀とか、そういった、銀の場合はね、消えちゃうんですよね。なので金とか、ホワイトゴールドとか、プラチナとか、そういった製品ではありません。でもなんかね、削り跡のところちょっと黄色くなってるんで、おそらく真鍮とか、そういうやつなのかなと思われます。はい、そういったお品物でした。では、次行ってみます。次はですね、じゃあ、どれを行くのか。見ていきましょう。じゃあ、これ。なんか引っかかってるな。じゃあ、これ行ってみましょう。じゃあ、これ。指輪ですね。はい、指輪です。じゃあ、これです。なんか白い玉ついてますね。こちらの方を見ていきましょう。はい、これ、指輪のサイズをね、測るゲージ棒です。こちら、こんな感じで入れまして見てみます。はい。ここね、見ると6と8ってなって真ん中7号。なので、だいたい7号ぐらいのサイズなんですけれども、なんか独特なデザインが面白そうです。はい。では、ちょっと拡大してみていきましょう。はい。こんな感じのね、おそらく袋ですね。袋がこうやって乗っかってる指輪です。はい。裏側ね、素材を示す刻印が、見えるのかとしますと、こんな感じで内側の方ね、拡大して見てあげるんですけれども、何にも書いてありません。で、全体的に見て、このリングのね、この厚みですね。ここですね、こういうところの厚みがかなり厚くね、できてますので、おそらく貴金属とかそういうんではないということです。ただ、こちらね、この白い玉のところ、この白い玉がね、おそらく、真珠なんじゃないかなと思われます。はい、こんな感じで綺麗ですね。とっても綺麗です。はい。そんな感じの、デザイン的にね、可愛い感じの真珠と思われるね、白い玉がついた指輪となります。はい、こんな感じです。はい。では次行ってみましょう。次は何か、なんだろうこれ。ちょっと絡まっちゃってますね、また。はい。こちら、こんな感じの、ちょっとね、外れちゃってる。はい。こんな感じのね、なんか、中になんかいろいろ入ってる、はい、ブローチです。はい。サイズ的にはこんな感じ。では、こちらもね、見ていきましょう。はい。拡大してみますと、こんな感じです。これなんかね、あれに似てますね。もうちょっとギューッと拡大します。中に入ってるのが、過去にね、何回も出てきてるんですけれども、金箔をね、入れた、なんていうんですかね、これ加工したものに似てます、作りが。ただ今回は、色が銀色です。で、これギューッともっと拡大すると真ん中この辺ちょっと黒くなったりしてるので、もしかしたら銀の箔なのかもわかんないんですけれども、これもう確認しようがないので、もしかしたらですね、アルミ箔をくしゃくしゃってやって入ってるかもしれないので、ちょっともうわかんないんですけれども、そういったお品物です。
はい。素材を示すような刻印は特にありません。なので、ちょっとわかんないんですけれども、謎なお品物です。見た目綺麗ですけどね、この中に入ってるシワシワってなってるのは綺麗です。はい。では次行ってみましょう。次は何か出るかな。これなんか良さそうですね。はい。じゃあもう、でも絡まっちゃって全然、通れないかな。ちょっとね、この絡まっちゃってるのはもうしょうがないんで、地道にやっていくしかないんですが、はい、大きなものから取っていけばね、うまく取れるはずなんですけれども、はい。ちょっと絡まっちゃって最後取れないかな。はい、出ました。こんな感じです。じゃーん。はい、これもなんか紐通してあるやつですね。こちらを見ていきましょう。じゃーん、こんな感じで。はい、これも、貝ですね。貝を、なんていうんですかね。螺鈿のように敷き詰めた感じです。このね、緑とか青のところもすごい独特なね、光を放っていて、とっても綺麗です。そんな感じの、ペンダント状にね、加工した、はい、こんなお品物でした。では、次行ってみます。次は何か、またこれも絡まっちゃってて。はい、じゃあ、こちらです。はい、こんな感じのね、これもブレスレットですね。はい、こんな感じのブレスレットです。はい。刻印のよう、なんか刻印みたいなの、こっからもうね、見てても見えますね。じゃあ先にね、外側の見た目の方を見ていきましょう。こんな感じで、なんて言いますかね、銀白色というか、金属光沢のある、素材になってます。なんとなくね、ちょっと時計の、なんて言うんですかね、バンドに似たような作りなんですけれども、これ、反対側にこうやってひっくり返すと、こういうね、黒いなんか玉がついてます。これ多分ね、何回も出てきてるし、似たようなのを見たことがあるんですけれども、健康ブレスレットみたいな感じで売られている、なんていうんですかね、ゲルマ系のなんかそういうやつだと思われます。で、素材の方は何なのかっていうのが気になるんですけれども、こちら、刻印の方が見られます。ちょっとね、パッと見なんだかよくわかんないんですけど、拡大してみます。こういう風に。はい、刻印の方見えてきました。かなりね、このアルファベットが多分くっついてるんですね。なので見づらいんですが、これおそらくですね、チタニウムだと思われます。はい。チタン製ということなんでしょうか。確かにね、思った感じ、見た目のね、この光沢に対して、軽めなのかなとは感じますが、過去に出てきたチタン製品と比べるとそんなね、ふわふわの軽さはないです。なので、ちょっと素材の方は微妙によくわかんないんですけれども、はい。磁石の方をとりあえず試してみましょう。はい。こんな感じで実製はどうやらないようです。で、さっきゲルマみたいなのって言ったんですけれども、その部分もなんか磁石つくやつではないようです。はい。そんな感じのね、ブレスレットでした。はい。では次行ってみましょう。次は一体何が出てくるかな。これもなんか螺鈿っぽいやつですね。はい。こんな感じの、ドーナツじゃないですよ。なんか、出てきました。ドーナツみたいです。はい。ではこちらもね、拡大してみた方がいいやつです。はい。このね、くっついてるなんか紐みたいなのも、なんか天然素材っぽいね。
木なのかな、なんか玉がついたやつです。で、元はね、こんな風に細かくね、砕いて、モザイク状にくっつけたね、独特な構造をしています。これこそが、螺鈿のね、なんか、技法っぽいのかなと思われるんですけれども、微妙にこの青みがかかった色がついてるのは、多分ね、染色なんじゃないかと思われます。はい。そんな綺麗なね、立体感も結構微妙にあるんで、面白いのが出てきました。はい。では次行ってみましょう。次は何か、これもまためっちゃ絡まっちゃってますね。これなんかね、真珠っぽいんで、ぜひ救出したいんですが、めっちゃ絡まってますね。はい。取れんのかな？取れました。はい。こんな感じの、ちゃんとね、2個揃ってますね。はい。こんな感じの、じゃあ、イヤリングですね。はい。これも拡大して見ていきましょう。私はこれね、真珠なんじゃないかなと思っています。はい。結構綺麗ですね。こんな感じでちっちゃいね、真珠がいっぱいくっついてるやつです。ぎゅーっと拡大しますと、はい、独特なね、このモコモコ感、それから光沢ですね。いわゆるね、巻きとかって言われる、真珠層の独特な模様が見えています。で、この糸を通す穴ですね、ここ。映るかな。はい、ここです、ここ。逃げちゃった。ですね、ここですね。この部分です。はい、出てきました。はい、ここです、ここ。このね、穴の糸が出て、糸っていうか、おそらくオビロンゴムみたいな透明のやつなんですけれども、この辺のね、穴の処理も比較的ね、綺麗な方です。なので、こちらね、真珠の仲間、真珠、消しパールみたいなやつだと思うんですけど、そういった真珠製品だと思われます。はい。では、次行ってみましょう。次はですね、じゃあ何が取れるか。指輪行ってみましょう、指輪。指輪があるけど、これもなんか絡まっちゃってて。取れました。はい。じゃあ、結構ね、キラキラの綺麗なやつが出てきました。はい。こんな感じです。キラキラです。これ見ていきましょう。はい。サイズの方はですね、だいたい13号ぐらいです。素材を示す刻印が果たしてあるのか、見ていきましょう。こんな感じで、指輪のですね、内側をこうぐるーっとね、全部見ます。ぐるーっと。ここなんか赤くなってますね。傷でね、下地が出ちゃってるんですかね。ちょっとわかんないんですけれども、素材を示すような刻印は見当たりませんでした。で、こうぐるっと回すとね、ところどころやっぱり端っこが全部ね、傷みたいになってて、おそらく下地なのかな。ここもそうですね。ちょっと赤い感じがしてます。なので、素材の方はメッキ製品で下が何なのかな。やっぱ銅みたいなやつだと思われるんですが、ですね。こんな感じで、見た目の方はですね、こんなキラキラでね、ちっちゃいね、石がいっぱいついてます。ラウンド、ブリリアントカットみたいな、石とか、マーキースカットみたいなね、石だとか、それからこの、ペアシェイブみたいなのもくっついています。なので、見た目はね、こう、すごく、いいんですが、そういった素材を示す刻印がないというのと、あと、この爪の端っことか見ても、だいぶね、
色が赤くなっちゃってます。これメッキが剥げて下地が出てると思われますので、おそらくですね、銅とかそういったものにメッキをしたような感じだと思います。ただね、こんな綺麗なね、キラキラのやつなので、まあ見た目も、いいですしね、なんか良さそうな感じの指輪でした。では次行ってみましょう。次は一体何が、じゃーん、この紫色のなんかいろいろついたブローチが出てきました。ではこちら見ていきましょう。はい、こんな感じだ。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。はい、すいません、スマホのね映像が全部逆さまになってましたね。はい、ではこちら見ていってみましょう。はい、こんな感じの紫のね、結構こうやって見るとキラッとする感じのちっちゃいね、石がいっぱいついています。はい、こちらちょっとだけ拡大してみると、この石の中にね、こんな感じで内包物が結構ちゃんと見られます。なので、アメジストみたいな感じなのかなと思われるんですが、ちょっとわかんないですね。はい。でも見た感じ、クォーツに色をつけたりしたものなのか、それとも、なんとなくアメジストなんじゃないかなと思われます。はい、とっても綺麗ですね。これがこうたくさんついているんですけれども、この肝心のね、枠の方になんか素材を示す刻印がないのかなと、かなりね、ぐるっと回って見てるんですけれども、素材を示すような刻印はね、残念ながら見つかりませんでした。はい。作りの方は結構良さそうなんですが、そういった、おそらくですね、メッキ製品だと思われますけれども、ついてる石がね、こんだけ綺麗なので、独特な、魅力のあるお品物です。はい。では次行ってみましょう。次は一体何が出てくるんでしょうか。これ、さっきのやつの多分仲間ですね。こっちはなんか、コマが長いです。だいぶ余裕があります。はい、こんな感じの、ブレスレットですね。さっきね、出てきたこちらですね。この、チタニウムって書いてあったやつと、多分ね、同じようなやつだと思います。なぜならば、ここにね、こんな感じで刻印がついてて、こっちの方が若干刻印読みやすいですね。っていうか、だいぶ読みやすいですね。チタニウムって書いてあります。はい、こんな感じの、時計のね、ブレスレット、コマみたいになってるんですけれども、はい、そんな感じのお品物です。で、ただですね、そのすごい軽いチタンと、やっぱこれも、やばい、絡まっちゃった。はい。このすごい軽いね、チタンと比べて、普通に重さを感じるタイプのやつですね。はい。なので、純チタンなのかどうかなっていうのはわかんないんですけども、そういった、ブレスレットです。はい。では次行ってみましょう。次は、これ綺麗な感じしますね。ちょっと絡まり方がすごいことになってるんですけれども、はい、取れました。こちらです。このね、キンキラの、はい、ペンダントトップになります。はい、こちら拡大して見ていきましょう。はい、こんな感じでね、黒いね、鉄地と呼ばれるね、鉄の
板状のものに、金象眼のような、薄いね、金をこう流して、加工して作った伝統工芸みたいなやつです。とっても綺麗ですね。金色のこのキンキラ感がね、やっぱりすごい綺麗なんですよ。こんな感じでね、普通のメッキ製品と比べても、明らかにこのリアリティが全然違う感じ。そして、チェーンの方はですね、素材を示すような刻印はありません。普通にやっぱりこのメッキのチェーンの金色と比べて、こちらね、トップについている金色はやっぱ全然違いますね。そんな感じの、はい、ネックレスでした。はい。では次行ってみましょう。次は何かな。じゃあ、はい、こんな感じの指輪です。一応ね、サイズの方また見てみましょう。はい、サイズの方がだいたい13号ぐらいです。はい。ではね、拡大して見ていきましょう。こんな感じでなんか石がついています。そして、素材を示す刻印がですね、S. スティール 316L って書いてあります。これは、ステンレスの種類ですね。316L っていうステンレスの種類を表していると思われます。はい。では磁石の方どうですかね。はい。これ磁石つかない方のステンレスです。ステンレス結構種類たくさんありまして、ご家庭のね、水道の、ジャーって流したところのこのシンクの方ですね。あれもステンレスなんですけれども、ああいうのは結構磁石バンバンついちゃうやつなんですね。で種類が違うんですけれども、こちらは磁石がつかないタイプとなっております。で、これね、結構綺麗な石がついてるので、私も過去の経験でね、このステンレス関係のジュエリーのついてる石はね、意外とね、ダイヤモンドついてたりすることがあるので、ちょっと気になるので、こちら、検査の方をしてみたいと思います。はい。今これギリギリまでね、大きくして拡大してみているんですが、このカットの感じが、とってもね、キラキラで鋭い方です。特にこの光の反射で見られるこの三角の部分ですね。ファセットが刻まれてるんですけれども、かなり線がシャープになっています。ラウンドブリリアントカットっぽくなってるので、もしかしたらダイヤモンドなのかもしれません。はい。ではこちらね、簡易テスターなんですけれども、こちらで、検査をしていきます。はい。すいません。何も反応はなかったので、おそらくダイヤとかではないと思われます。一応ね、蛍光性の検査もしてみますが、蛍光性もないですね。はい。ちょっと今回は残念な結果になってしまったんですけれども、結構綺麗にカットされてキラキラ感がありますので、キュービックジルコニアのような、人工的に作られたものの中では、製品として綺麗な方なのかなと思われます。キラキラだったんですけれども、そういったお品物ということが分かりました。はい、では次を行ってみましょう。次、なんだろうな。ですね、こちら。はい、このピンク色の綺麗なね、玉がついたネックレスです。こちらネッ
クレスじゃないですね。これ、2つともこの缶がついてますので、多分何かにこう、つけるやつなんですかね。ちょっと不思議な作りをしています。はい。これはですね、おそらくですね、この白い玉のところは、真珠だと思われます。どうだろうな。はい、真珠の玉ですね、がついてて、あとこのピンクのところはなんかの天然石ですね。ローズクォーツみたいになってます。では見ていきましょう。はい。はい。このね、若干ピンクだ、この半透明の玉にね、こうやって拡大してみると、独特なね、中の内包物が、うっすらなんですけど、見て取れます。こちらもね、水晶、クォーツの内包物みたいになっています。色がついてるので、ジャンルというか、分類をするならローズクォーツみたいなやつだと思うんですけれども、その辺は鑑別を取ってみないと正確なことはわかりません。で、間に入ってるこの白い玉ですね。これがね、私は真珠だと思っています。はい、こんな感じでね、モコモコ感があって、真珠層のようなものが確認できます。はい、それぞれみんなね、模様のつき方が違うという特徴、天然由来なのかなと思われます。はい、こっちも結構綺麗な丸い玉ですね。で、さらにですね、見るとすると、この真珠のね、この玉のね、穴の部分ですね。これもよく見るとね、だいぶ印象が違ったりします。はい。こんな感じでちょっとね、拡大して見ていきます。はい。この間にね、紐が通ってるところの花の処理、とっても綺麗ですね。これをさらに拡大して、顕微鏡でね、光を当てながら見れば、おそらく核があるはずなんですね。で、核があって、真珠層の特徴を確認することで、おそらく発光や真珠なのかなとかってなると思うんですけれども、私今このスマホのね、簡単なレンズで見てるだけなので、ちょっと確定はできません。ですが、何かしらの真珠なのかなというところまではね、これ大体ね、これで、合ってたりします。なので、なんか、天然石らしきものがね、ローズクォーツみたいなのがついてて、間に真珠をね、ちゃんと収めてあるんじゃないかなというお品物なんですが、この金属のパーツの作りが独特で、これ、チェーンにね、こう、引っ掛ける、カニ缶とか、缶って呼ばれるパーツなんですけれども、普通は反対側、引き輪とプレートっていうね、セットになってるんですけれども、こちら、缶の反対側にプレートがなくて、またもう一回缶がついています。なので、何回こうつけるのか、それかちょっとね、メガネだとこれ重すぎると思うし、ちょっとよくわかんないんですけど、そういう変な特徴のあるね、作りです。ただ、この天然石っぽいね、パーストーンみたいなのがついてて、さらに真珠だと思われるものがついている、結構ね、凝った作りになっています。はい。今日も結構いろんなね、ものが出てまいりました。はい。こちら、見ていきましょう。今日ね、出てきたものはこちらです。じゃーん。こんな感じでいろんなものが出てきました。はい。個人的にはなんか、これがね、かなり迫力あるかなと思ったのと、あとこれね、これも結構面白いんじゃないかなと思っています。それからこの紫も結構綺麗でした。はい。そんな感じでですね、こう集まってきたんですけれども、こちらですね、こ
こちらがですね、前回と前々回も、出てきたお品物です。なので、その中にですね、これをこんな感じでどんどん入れていきます。はい。どんどんたくさんね、集まってまいりました。はい。こんな感じで、とっても綺麗なね、お品物がいっぱいになっております。結構ね、この天然石系はなんか面白いかなと思います。はい。じゃーん。今後もこんな感じの動画を作っていこうと思います。もしよかったと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。